こんにちは、ピヨピッコです。今回は久しぶりに推し縫い作りをしていきたいと思います。作るのはギルティギアのテスタメント刺繍編ということで、今回はお顔刺繍の工程を進めながら私が普段使っている手芸道具を紹介していこうと思います。では早速刺繍の準備からやっていきましょう。今回使う型紙は足長ボディ15センチ、20センチの方が作りやすいのですが、紙の表現でやってみたいことがあって15センチで作ります。まずはお肌の布選び。ソフトボアと呼ばれる生地をいつも使っています。毛足1ミリくらいの肌触りのいいふわふわしたボア生地。ぬいぐるみによく使われている生地ですね。メーカーごとに色味が微妙に異なるので、私は紙の色に合わせていろいろ使っています。どれを買ったらいいかわからないという初心者さんにはこの縫いクロスボアがおすすめ。縫いがちょうど 1,2 体ほど作れるカットクロスです。私は桜ミルクをよく使っています。今回使うのは布トミーさんのソフトボアスキンピンクを使おうと思います。布を15センチでカット。布のカットに使っているのはオルファーのロータリーカッターです。力を入れなくてもスッと切れるのがお気に入り。替え刃は純正のものがおすすめ。切れ味が段違いです。刺繍シートは Amazon で購入したものです。幅30センチのロール状になっていて、必要な分だけ切って使えるのが便利。そんなにいらないよっていう方にはカットされた状態で販売されているものもあります。これも布と同じサイズにカットしておきます。刺繍シートに図案を書き写します。図案を書くのに使っているのはフリクションのシナジーノック03。熱で消えるフリクションペンとしては今のところ一番細くて図案を書き写しやすいんですよね。主線と補助線で何色か使い分けています。刺繍枠はセリアの竹製のものを使ってます。いろんなサイズがあって使い分けています。今のところ使いにくさを感じていないのでずっと使っています。刺繍をしていて別の刺繍をしたくなる刺繍俳人にとって100円は嬉しいですね。刺繍枠に挟めたのでずれないようにしつけをしておきます。しつけ糸はミシン糸を使っています。これで刺繍の準備ができました。刺繍枠スタンドはこのようなものを使っています。撮影に使うために買いましたが、私はスタンドを使用しないスタイルが一番好きだったりします。自分のスタイルに合わせて取り入れてみるのもいいと思います。お顔の刺繍をやっていきます。まずは下縫いからバックステッチで図案を縁取るようにします。下縫いをすることで刺繍シートと布がずれないように固定できます。下縫いは後で隠れてしまうのですが、糸の隙間から見えることがあるのでしっかり色分けをしておきます。二重のラインはアウトラインステッチで刺繍します。面を埋めていきます。
下縫いをまたぐようにサテンステッチで埋めていきます。刺繍糸はぬいぐるみ用刺繍糸というものを使っています。一般的な25番刺繍糸よりも細くてツヤがあるんですよね。細い分、刺繍をするのは大変なんですが、より繊細な刺繍が表現できるようになります。最初は1色ずつ買い足していたんですが、色数が必要になることが増えてきて、思い切って720色セットを購入しました。気になる方はハイライトの白だけなど、まずは部分的に取り入れてみてくださいね。意外と質問が来るのですが、糸を整えるのに使っているこの棒は千枚通しです。2本取りの時に糸がねじれないように整えています。切りや目打ちなど先端が尖っていれば代用できます。針のようにまっすぐになっているものが使いやすいですね。刺繍って針に糸を通す作業を何度もしないといけないので、意外と時間も取られるし、正直面倒じゃないですか？糸通しはこのクロバーのデスクスレダークイックがおすすめ。針と糸をセットしてバーを下げるだけ。3秒で糸が通ります。糸通しにこの値段と悩んだ時期もありましたが、今は息をするように使っています。瞳を刺繍します。このように広い範囲を埋める場合は、ロング&ショートステッチを使います。この刺繍糸を使うときは、アウトラインステッチやバックステッチなど、線のステッチを1本取り、サテンステッチやロング&ショートステッチなど、面を埋めるステッチなら2本取りするようにしています。もし25番刺繍糸を使うなら、すべて1本取りにすると綺麗に仕上がります。縫いのお顔刺繍など繊細な図案で2本取りしてしまうとボリューム感が出過ぎてしまうんですよね。刺繍針はクロバーのブラック針シリーズを使っています。布通りが良くてとても刺繍しやすいんですよね。アップリケ針、ピーシング針を使い分けています。今使っているぬいぐるみ用刺繍糸の場合、1本取りならアップリケ針、2本取りならピーシング針を使っています。一般的な25番刺繍糸なら、針穴の大きさ的にピーシング針が使いやすいかも。白目部分や粘膜をサテンステッチで刺繍します。2本取りのバックステッチで瞳を縁取ります。もう片方の目も刺繍します。お顔の刺繍が完成しました。トータルの刺繍時間は6時間くらいかかったと思います。お顔が小さめなので比較的早かったかもしれません。しつけ糸に合わせてお顔の型紙を置きます。チャコペンで書き写します。チャコペンとして使っているのはフリクションファインライナー。
消すのが面倒だったり忘れたりするので、消さなくても目立たない色を使うようにしています。オレンジやピンクだと透けにくいし目立ちません。セリアの熱で消えるペンも使っています。色が濃いめですが、チャコペンとして使い勝手がいいので、最近は愛用しています。型紙が書き写せました。しつけ糸は切っておきましょう。前紙パーツがある場合は、しつけ糸を取らない方が作業がしやすかったりします。しつけ糸はお好みで残しておいても大丈夫です。刺繍シートをちぎって取り除きます。刺繍を傷めないように気をつけます。刺繍の下に残った刺繍シートはそのままで問題ありません。図案のインクの色が気になる場合は、裏側から軽くアイロンを当てることで消すことができますよ。裁断ラインでカットします。こちらは何度も紹介しているハサミ、クロバーのカットワークバサミです。先端が細く、縫い作りのような細かい作業がとてもしやすいんですよね。切れ味は軽くてサクサク切れる。若干お高いので悩む気持ちはわかるけれど、たかがハサミと思わずぜひ一度使ってみてほしいです。世界が変わります。お顔パーツの完成です。他のパーツもカットします。今回はここまで。次回は紙を作っていきたいと思います。実は以前から気になっていたこのドール用ウェフトを使った髪型表現に挑戦してみようと思います。次回の動画もお楽しみに。今回ご紹介したアイテムを含め、普段愛用している手芸道具をノートにまとめています。概要欄のリンクからチェックしてみてね。このチャンネルでは縫い作りに役立つ動画を投稿しています。チャンネル登録、ハイプもしてもらえるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ぴよぴっこでした。